あの、あなたは今 VPN を使っていますか？うんうん。もし使っているなら、これで自分の通信は誰にも見られない、完全にプライバシーが守られているって、そう安心しきっていませんか？よくありますよね。その誤解。ええ。でも実は VPN を使っているユーザーのうち、本当に匿名性を保てている人って全体の3割にも満たないそうなんです。3割未満ですか。いやー、かなり衝撃的な数字ですよね。はい。つまり、残りの7割以上の人たちは、分厚いカーテンをしっかり閉めたつもりで、実は窓ガラスが丸見えの状態で違えているようなものなんです。しかも、それに気づいてすらいないという。本当にその通りなんですよ。アプリを開いて、接続済みっていう緑色のアイコンが出たら、もう自分は完全に匿名になったと信じ込んじゃうじゃないですか。はいはいはい。私もそう思ってました。でも、ネットワークの裏側では全く別のことが起きていて、設定のほんのわずかな隙間から、あなたが最も見られたくないデータがボロボロとこぼれ落ちているんですよね。怖いですね。ということで、今回の徹底解説では、この7割の人が陥っている錯覚の正体を紐解いていきましょう。はい、よろしくお願いします。今回は、プライバシー保護と VPN の仕組みに関する専門的な分析記事や、エンジニアのノートといった資料を持ち寄りました。プロバイダー、政府、そしてウェブサイトという3つの視点から、この VPN を使っているのにバレる仕組みを完全解剖していきます。ええ。そして最終的なミッションとして、専門知識のない初心者でも今日からすぐ実行できる具体的な安全対策のステップをあなたにお渡ししたいと思います。そうですね。ネットワークの仕組みを理解するっていうことは、自分自身を守ることに直結するんですよ。なぜ漏れるのか、どうすれば防げるのか、そのメカニズムを一つずつ整理していきましょうか。お願いします。VPN が魔法の透明マントじゃない理由を理解するために、まずはインターネット接続の根底にあるリスクから確認させてください。はい。そもそも私たちがネットにつなぐとき、契約しているプロバイダー、つまり ISP には通信履歴が丸見えなんですよね。だから通信を暗号化して別サーバーを経由させる VPN を使うわけですが、ええ。暗号化さえすれば中身は見えなくなるから安全だと考えていいんですよね。いや、そこが最初の大きな落とし穴なんですよ。ここで非常に興味深いのは、確かに VPN を使えば通信の中身は暗号化されます。はい。あなたが何のメッセージを送ったかとか、パスワードは何かっていうデータは ISP には解読できません。でも、通信の世界にはメタデータというものが存在するんです。メタデータ。データについてのデータみたいなことですか？その通りです。あなたが特定の VPN サーバーに対して接続しているという事実。そして通信データの量や接続している時間。これらは暗号化の対象外であって ISP には丸見えのままなんです。丸見えなんですか。中身はわからなくても、例えばこのユーザーは毎日深夜2時に特定の海外サーバーと数ギガバイトもの大容量の暗号化通信を行っているという行動パターン自体は筒の上なんですよね。なるほど。通信の中身ではなくて、行動のシルエットが見えているわけですね。そういうことです。ここで資料にあった歴史的事実を思い出したんですが、2017年のアメリカで、当時のトランプ政権下で CBR と呼ばれる通信プライバシー保護規制が撤廃されたんですよね。はい、ありましたね。これによって、ユーザーのブラウジング履歴が本人の同意なしに広告会社なんかに合法的に売られるようになったんです。つまり ISP にとって私たちのメタデータは喉から手が出るほど欲しい商品なんですね。まさにそこです。そして国によっては、この VPN を使っているというメタデータそのものが監視対象になります。と言いますと？例えば中国では2017年以降、未認可の VPN の使用が実質的に制限されています。インドでも2022年に VPN 事業者に対して利用者情報の保存と政府への開示を義務付ける規制が施行されました。なるほど。右派とか左派とかの政治的立場に関係なく、国家が情報の流れを管理しようとする技術的な現実があるわけですね。日本も現時点では合法ですけど、世界的なデータ監視の波から永遠に例外であり続ける保証はどこにもありません。非常にリアルな脅威ですね。では、仮に ISP からの追跡を防げた、あるいは ISP が監視していない環境にいたとします。はい。それでようやく匿名になれるかと思いきや、ここからが本当に面白いところなんですが、今度は私たちがアクセスするウェブサイト側、
あるいは使っているブラウザ自体が裏切る可能性があると。そうなんです。ここからリスクの階層がもう一段深くなります。IP アドレスを隠すのは基本中の基本なんですが、ウェブサイト側は別の方法であなたを特定しようとするんです。それがブラウザフィンガープリンティングですね。フィンガープリント、つまり指紋ですよね。でもネット上で指紋なんてどうやって取るんですか？ウェブサイトはあなたがアクセスした瞬間にブラウザから膨大な情報を読み取っているんですよ。ブラウザのバージョン、インストールされているフォントの種類、画面の解像度、言語設定、タイムゾーンなどです。ええ。これら一つ一つはありふれた情報なんですけど、数十の項目を掛け合わせると、地球上の何十億というデバイスの中から、あなただけの固有の組み合わせが浮かび上がるんです。そこで驚いたのが、読み取る情報の中にバッテリーの残量まで含まれているという点です。はい。なぜウェブサイトが私のスマホのバッテリー残量なんて知る必要があるんですか？これもともとはデバイスの省電力設定を読み取って、バッテリーが少ないユーザーには重いアニメーションを表示しないみたいな親切な設計のために用意された機能だったんです。なるほど、親切シーンから。ええ。でも、それを逆手にとってトラッキングのための識別情報として悪用しているわけです。VPN で IP アドレスを海外の仮想サーバーに変えたとしても、このブラウザの指紋までは隠せないんですよね。つまり IP アドレスを隠すというのは、現実世界で言えば顔にマスクをして街を歩くようなものですね。はいはい、わかりやすいですね。顔は隠れていても声のトーンとか歩き方の癖、着ている服のブランド、さらには今どれくらい疲れているかみたいな無数の特徴を組み合わされば、結局あれはあの人だと特定されてしまう。見事な例えです。さらにエンジニアの視点から言わせてもらうと、そもそも VPN の通信暗号化自体が不十分になって、本当の IP アドレスが漏れてしまう技術的要因もあるんです。待ってください。VPN という暗号化のトンネルを通っているのに漏れることがあるんですか？それってアプリのバグですか？バグとより、ブラウザが持つ便利さとのトレードオフによる構造的な欠陥ですね。代表的なのが WebRTC リークという現象です。WebRTC リーク。はい。WebRTC はブラウザ同士でビデオ通話なんかのリアルタイム通信を高高速で行うための技術なんですが、高速化が一条命題なので、ブラウザ自体が OS レベルで設定された VPN のトンネルをあえてショートカットして直接相手と通信しようとしちゃうんです。ショートカットしちゃうんですか？ええ。その結果、あなたの生身の IP アドレスがそのまま相手に伝わってしまうという。なるほど。OS 全体を包み込む分厚いトンネルを作ったのに、ブラウザ側が勝手にこっちの道の方が早いからってトンネルに穴を開けて外に出ちゃうわけですね。その通りです。もう一つ致命的なのが DNS リークですね。DNS リーク。これも漏洩ですか？はい。DNS というのは URL を IP アドレスに変換する、いわばネット上の電話帳です。本来、この電話帳への問い合わせも VPN のトンネルを通るべきなんです。ええ、当然そうですよね。でも、OS のネットワーク設定によっては、デフォルトで契約している ISP の DNS サーバーを直接見に行ってしまう仕組みになっていることがあるんです。ということは、手紙の中身は暗号化されているのに、これからこのニュースサイトの住所を教えてくださいという電話帳への問い合わせだけが暗号化されずに ISP に向かって流れてしまうと。そうなんですよ。どのサイトを見ようとしているかが完全に筒抜けになる最悪のパターンじゃないですか？だからこそ、今これを聞いているあなたに確認してほしい具体的なテスト手順があります。ブラウザで WebRTC リークテストと検索してみてください。WebRTC リークテストですね。ええ、無料で自分の環境をテストできるサイトがいくつもあります。VPN をオンにした状態でテストを実行して、もしあなたの本当の現在地や契約しているプロバイダー名が表示されたら、その VPN は穴だらけです。今すぐ使用を中止すべきですね。自分が今使っているものが安全かどうかすぐに白黒つくわけですね。これは初心者でも簡単にできますね。はい、ボタンを押すだけです。ではリスクのメカニズムが分かったところで、私たちは一体どのレベルの安全を目指すべきなのでしょうか？これを全体像に結びつけると、匿名性には現実的に3つの段階があると考えられます。3つの段階。はい。レベル1は ISP からの保護。これは単純な暗号化のみで、メタデータは漏れても中身は読ませない最低限のラインです。なるほど。最低限ですね。レベル2は？レベル2は IP の完全な隠蔽と、先ほどの DNS 漏洩や
WebRTC 漏洩の対策がしっかり施された状態です。一般的なユーザーがカフェの公共 Wi-Fi で安全にテレワークをしたり、Netflix の制限を回避したりするなら、このレベル2が必須になります。じゃあ、レベル3はどうなるんですか？レベル3は、政府レベルの高度な追跡への対抗ですね。サーバーの電源を切るだけでデータが物理的に消滅する RAM オンリーサーバーの採用や、通信を複数の国のサーバーを経由させて足跡を完全に断ち切るマルチホップ機能、さらに Tor ブラウザーとの併用なんかです。かなり本格的ですね。ええ、ジャーナリストや活動家などが必要とするレベルです。きっと大半のリスナーはとりあえずレベル2くらいは欲しいなと思うはずです。でもここで問題になるのが、多くの人が無料の VPN アプリを使っていて、実はレベル1すら満たせていないという現実ですよね。はい。そこが一番怖いところなんです。ちょっと、無料と有料の VPN が持つリスクの対比をしてみたいんですが。頭の中で無料と有料の VPN を比較する表を思い浮かべてみてください。有料サービスが漏洩対策や応用機能を標準装備しているのに対して、無料サービスの多くはただ暗号化するだけで漏洩対策が全くされていません。はい。でもそれ以上に恐ろしいのがビジネスモデルそのものの違いなんですよ。ビジネスモデルの違い。資料の中にある30代の IT 系男性の失敗談がありましたよね。ありましたね。彼は無料だから大して変わらないだろうと中国に本社を持つ無料 VPN アプリを1年間使い続けていたんです。でもある日、プライバシーポリシーの長文を翻訳して読んでみたら、そこに当社の提携パートナーや第三者に対してマーケティング目的でユーザーデータを提供する場合がありますとしっかり書かれていたという。これが無料 VPN の本当の代償です。無料 VPN は決してタダではないんですよ。はい。サーバーの維持には莫大なコストがかかります。じゃあ彼らはどこで利益を出しているのか。それはユーザーのブラウジング履歴、位置情報、デバイス情報そのものを商品としてデータブローカーや広告会社に売却しているからなんです。私たちは自分を守るために VPN を入れたはずなのに、実は自分のプライバシーという最も価値の高い資産でその使用料を払わせていたんですね。これほど高くつく買い物はないですよ。そうです。だからこそ信頼できるサービスを見極める選別基準を知る必要があります。では、今日この事実を知ったあなたが安全な環境へ移行するための具体的なステップに入りましょう。絶対に失敗しない VPN 選びの5つの選定基準ですね。はい。でも専門家にお聞きしたいんですが、どの VPN の公式サイトを見ても、当社はユーザーのロゴを一切保存しないノーログポリシーを採用していますと書いてありますよね。これを信じて選べばいいんじゃないですか？いや、そこが最大の盲点なんです。エンジニアの視点から言わせてもらえば、自社の宣伝文句ほど当てにならないものはありません。そうなんですか？選定基準の一つ目であり、最も信頼性が高い基準が、第三者機関によるノーログポリシーの監査を受けているかどうかです。第三者監査。具体的にはどういう仕組みなんでしょうか？独立した大手の監査法人やセキュリティ企業が、実際にその VPN 企業のサーバーの中身やソースコードを抜き打ちで調査するんです。抜き打ちで？はい。そして、システム上、物理的にログが保存されていないことを証明した監査レポートを公開する。自分で、私は嘘をつきませんと言っている企業より、外部機関が、このシステムは潔白ですと証明している企業を選ぶ。これが絶対条件です。なるほど。証明書のない自称ノーログを無意味なんですね。では、2つ目以降の基準も教えてください。2つ目と3つ目は、先ほど解説した DNS 漏洩防止機能と WebRTC リーク対策が漂流実装されていることですね。レベル2の必須条件ですね。はい。そして4つ目がキルスイッチ機能です。キルスイッチ。なんか物騒な名前ですが、どういう機能ですか？例えば、カフェの Wi-Fi が不安定になって VPN 接続が一瞬切れたとしますよね。はい、よくありますね。その瞬間、スマホや PC の OS は自動的に通常の通信に切り替えて、なんとかネットを維持しようとするんです。でもここであなたの生身の IP が露出してしまう。なるほど。キルスイッチはいわば銀行の防犯シャッターです。VPN が切断された異常を検知した瞬間、生身の IP が外部に漏れる前に、強制的にネットワーク全体を遮断してしまう強力な安全装置なんですよ。通信が途切れる不便さよりも絶対に漏らさないことを優先するわけですね。そして最後の5つ目の基準が本社の所在地、つまり管轄権です。管轄権？国が関係するんですか？はい。世界には14 Eyes と呼ばれる国家間で情報データを共有する協定を結んでいる国々がありますね。アメリカやイギリスなどが含まれますね。はいはい。
いくらノーログを掲げていても、この協定国に本社があると、政府からサーバーを差し押さえるからログを出せと法的に強制されるリスクがあるんです。じゃあどこにあるサービスを選べばいいんですか？この協定国の外にあり、かつ法律上データ保存義務のない国、例えばパナマやスイス、英領バージン諸島などに拠点を持つサービスを選ぶことが、法的な脅威から身を守る盾になります。つまりこれがどういう意味を持つのでしょうか？第三者監査、漏洩対策、キルスイッチ、そして管轄権ですね。でもこれを聞いているあなたは今こう思っているかもしれない。言っていることはわかるし、重要なのもわかった。でも専門知識がない自分にそんな高度な設定ができる気がしない。その心配は無用ですよ。昔の VPN はルーターに複雑な手動設定を打ち込む必要がありましたけど、今の有料 VPN サービスは初心者が今日から実行できるほど洗練されています。と言いますと？具体的な移行手順は本当にシンプルです。ステップ1、今挙げた基準を満たすサービスの公式サイトでアカウントを作る。はい。それだけですか？これだけです。これだけで、キルスイッチや DNS 漏洩対策といった複雑な設定がすべて自動でオンになります。5分以内で完了しますよ。それは簡単ですね。ただここで一つ、初心者が失敗しやすい共通点とその回避策をお伝えしておきたいんですが、何でしょそれは自分のスマホだけ設定して満足してしまうことです。う？なるほど。家庭内の複数デバイスの管理ですね。ええ。同じ家の Wi-Fi につながっているパートナーや子供のタブレット、あるいはスマート家電が保護されていなければ、家庭のネットワーク全体としては穴が開いているのと同じなんですよ。確かに。優れた有料サービスは、一つのアカウントで複数デバイスを同時に保護できます。自宅の Wi-Fi ルーター自体に VPN を設定できるサービスを選べば、そこにつながるすべての機器を一括で保護できるんです。自分だけじゃなくて、家族全員のデータを守るという視点ですね。今回の考察を通して見えてきたのは、セキュリティとは単なる小難しい技術の話ではなくて、最終的には私たちの心の安心感だということです。本当にそうですね。カフェでネットを使うとき、海外のサイトにアクセスするとき、誰かに見られているかもしれない、データが売られているかもしれないという無意識のストレス。正しく VPN を設定し、自分が強固なトンネルの中に守られているという確信があって初めて、インターネットは本来の自由で便利な力を発揮するんですね。はい。セキュリティ対策において最も危険なのは、完璧を求めて何もしないことです。まずは評価が高く、第三者監査を受けているサービスの無料トライアルを利用して、今日紹介した漏洩テストを行ってみる。その小さな一歩が大きな安全の違いを生みます。今日、いいか、今までも大丈夫だったしと放置して、気づかないうちにデータを切り売りされ続ける道か。それとも、今日この5分を使って設定を見直し、本当に守られる道を選ぶか。その小さな選択があなたの1年後のネット生活を変えます。ぜひ行動に移してほしいですね。では最後にあなたに一つ思考の種をお渡しして終わりにしたいと思います。もしあなたの毎日のブラウジング履歴や位置情報といった個人データが企業にとって莫大な維持費がかかるサーバーを用意して、それを無料で提供でも喉から手が出るほど欲しい価値のあるものだとしたら、将来プライバシーというものは毎月わずかなお金を払ってツールを使いこなせる人だけが手に入れられる特権的な高級品になってしまうのでしょうか。考えさせられますね。ぜひあなた自身のデータの価値について今日もう一度考えてみてください。それでは今回の徹底解説はここまでです。また次回の考察でお会いしましょう。